フラッターの教科書を使ったね、この初心者向けの解説もね、3回目になりました。1回目と2回目のね、動画を見てない人は、そちらの動画もアップロードされていると思いますので、ぜひそちらからご覧になってください。3回目はですね、じゃんけんを作ろうということで、今まで UI を中心にやってきたんですけども、ここからはね、ちょっと制御を加えていって、よりプログラミングっぽくなっていくっていうところをやっていこうと思っておりますので、ぜひお付き合いください。はい。ではね、早速始めていきたいと思います。まずね、VS コードを開いて、そこから新規プロジェクトを作っていくっていうのをやっていこうと思います。前回はね、サンプルコードっていうね、サンプルプロジェクトを作ってね、そこでやっていたんですけど、今回はサンプルプロジェクトも捨ててしまって、新規でプロジェクトを立ち上げるっていうのをまずやってみます。でコマンドスペースを押してね、VS コードと、VS コード。で、打つとね、もう Visual Studio Code が出てくるんで、これを選択すると、開きますと。で、ここでね、前回のプロジェクトが開かれている場合っていうのは、そうですね。一旦、×ボタンを押すなりすると、こういう風なページになりますので、ここからですね、コマンドパレットっていうのを使って、命令を出していきます。Shift コマンド P を押すと、このようなね、予測がいろいろ出てくるんですけれども、ここでフラッター、出てきましたね。フラッターニュープロジェクトというのが出てきますので、これを選択してください。そしたらね、アプリケーションとか、モジュールとか、パッケージとかいろいろ出てきますけど、今回作るのはアプリケーションなので、アプリケーションを選択してください。で、どこに作りますかっていうのが出てくるので、今回このホームディレクトリでいいかなと思うので、お使いのね、ユーザー名のところをまず選択して、Select Folder to create the project in。で、ここでフラッターのね、プロジェクト名を決めようっていうことで入力を求められるので、じゃんけんとします。じゃんけん入力したらエンターを押してください。これでね、フラッターの新規のプロジェクトが作成できました。まずはね、ここまでやってみてください。はい、それではですね、VS コードで新規プロジェクト、じゃんけんプロジェクトを作り終わりましたら、次はいよいよコードを書いていきますというところをやっていきます。ですね、ここら辺カウンターアプリが残っちゃってますので、これ一旦全部消しましょうか。はい、全部消していただくと、ここにマイアップが残った状態になります。でまずはね、マテリアルアップまではサクッと書いてしまいましょう。いつものようにステートレスウィジェットから作っていきますと。で、ステートレスウィジェットを選択して、マイアップを作ってあげて、で、マテリアルアップからいつも始めるんでした。なので、ここマテリアルアップを追加します。このような感じでね、まずは、マイアップと、で、その中にマテリアルアップがあるというところまでやってください。で、今回ね、前回までだったらここにスキャフォルド与えたんですけど、じゃんけんページっていうのをもう一個ウィジェットを新規で作っていきたいと思います。で、これね、ステートレスウィジェットともう一つのステートフルウィジェットがあるっていう説明を以前したんですけども、今回はそのステートフルウィジェットでやっていきます。それはね、おいおいなんでそのステートフルウィジェットを使うのかっていうのはね、説明の中でやっていこうと思いますので、今はそういうのを使うんだと思ってやってくれれば OK です。ステートフルウィジェットね、作るときはね、STF という風に打つとね、こういう風な感じで、ステートフルウィジェットっていうのが出てくるので、それを選択してください。で、名前はね、じゃんけんページにしたいと思います。はい、こういう感じでね、じゃんけんページというステートフルウィジェットのページが出来上がりました。これね、ステートレスウィジェットに比べて、いろいろここら辺とかね、ごちゃごちゃ増えていると思うんですけども、ここの形は変わってないことがわかると思います。これね、これと上とこれ一緒ですよね。で、結局 UI を書いていくっていうときは、ここを編集していくっていうことになるので、あんまりビビらなくて OK です。そうしましたら、マテリアルアップのホームの中にですね、じゃんけんページを追加しますと。これでね、もう一度おさらいしますと、メイン関数の、まずこいつが呼ばれて、ランアップが呼ばれて、その中のマイアップっていうのがまず、ウィジェットとして表示されますと。で、そこの中にはマテリアルアップがあって、その中のホームがまず表示されるので、じゃんけんページがね、最終的には表示されるようになるという動きになります。
で、ここね、最初はね、スキャホールドを表示させたいと思うので、スキャホールドをね、入力していただいて、で、この状態でね、一回ビルドをかけてみましょうか。で、ビルドかけるんですけど、その前にエミュレーター立ち上げなきゃいけないと思うので、この右下の方から MacOS を選択してもらって、で、ここにね、選択肢出てくるので、こういう感じでエミュレーターが立ち上がると思います。しばらく待ちましょう。はい。ではね、このように、Android エミュレーターが立ち上がりましたので、この状態のままビルドしてみましょうということで、F5 を押してビルドします。でね、初回なんでちょっと時間がかかると思うんですけども、しばらく待ちましょう。で、立ち上がったらね、こういう感じで、ね、前回と同じようにね、この真っ白い背景だけがまず表示されるようになっていると思います。なので、この状態になるまでとりあえず進めてみてください。次はグー、チョキ、パーのボタンを作ろうというところをやってみます。これはですね、自分で何を出すのかを決めるボタンを作っていこうということですね。じゃあ早速作っていきたいと思います。スキャホールドの中のですね、あれですね。寂しいんでアップバーもつけておきましょうかね。アップバーをおさらいすると、アップバーというプロパティに対してアップバーウィジェットを与えると。で、タイトル何か付けたい場合は、タイトルプロパティに対して、テキスト。今回、じゃんけんと表示させましょうか。じゃんけんと。これでね、じゃんけんとアップバーが出ました。じゃあ、ボタンを追加していきましょうと。ボディというプロパティがありますので、ボディを用意してもらって、でそこにね、まず中央にボタン1個だけ表示してみましょう。ボタンはですね、いろいろボタンの種類があるんですけども、今回エレベーティッドボタンというのを使っていきます。エレベーティッドボタンを用意してもらって、オンプレス。これ前回も説明しましたけど、これ押した時に何が起きるかっていうのを書いていくところですね。で、チャイルドには、今回は、じゃんけんの手のボタンなので、絵文字のグーをね、表示させようと思います。これですね。これを表示させましょう。そうしましたらね、このような感じで、中央にグーのボタンが表示されるようになりました。これはですね、もしセンターがなかったらですね、どうなっているのかというと、この感じでね、左上になりますと。で、センターというウィジェットを使ってあげると、対象が真ん中になるので便利ですということですね。じゃあ、グーのボタンができましたんで、これをね、さらにチョキとパーのボタンも作っていきたいと思います。チョキとパーのボタンを横に並べたいので、何を使うかというと、これもおさらいですけど、ローというウィジェットを使うんでした。ローというのね、ラップ with ローというのがありますので、それを選択してもらって、これはですね、まず単純にコピー&ペーストしていけばいいと思います。これをね、コピーしてもらって、カンマ区切りでね、とりあえず3つ必要なので3つ。そうするとね、全部グーですけど、ボタンが3つ並んでいるっていう状態までいったと思います。これをね、チョキとパーに変えていきましょう。チョキとね、パーと。で僕のね、この VS コードだと、チョキが正しく表示されないですけど、ここの画面だとね、正しく表示されているので、特に問題はないです。で、正しくこのグーとチョキとパーというのが表示されましたら、そこからですね、こいつが今左寄せになってしまっているので、こいつらを均等に余白なるように並べるっていうのをやってみたいと思います。それもね、プロパティがありまして、メインアクシスアライメントというのを使っていきます。これでね、たくさんあるんですけども、均等に並べるっていうのはこのスペースイーブンリーというのを使いますので、これを選択してあげてください。このような形で、均等に並べることができました。でね、スペースイーブンリー以外にもね、いろいろありますと。例えば、スペースビートインだったりね。スペースアラウンドだったりね。いろいろあるんですけど、この違いについてはね、いい練習になると思うので、ご自身の手でちょっと調べてみて、友達とかにね、説明できるぐらいまで理解するっていうのを練習がてらやってみてください。次はですね、このボタンを押した時に、それがデバッグコンソールというところに押した手が表示されるっていうところをやってみたいと思います。まずデバッグコンソール表示されてない方は、コントロールとシフトと上、
これでね、ここにデバッグコンソールが出てくると思います。これね、出せないよっていう方はですね、Shift コマンド P とかをして、コマンドパレットまた表示させるとね、クリエイト、ニューターミナルとかね、ここら辺を選んであげれば出てくると思います。デバッグコンソールにね、何か命令を表示させたいときは、プリントという命令を使っていきます。プリントはね、どこに書くかというと、このオンプレスドっていうのがあるんですけど、そこのカッコ閉じ、中カッコ閉じっていう感じになってるんですけど、このね、カッコの間に書いていきますと。で、ここはグーのボタンなので、グーのボタンを押した時の処理がここになります。で、プリントで、グーと。で、コマンド S をしてセーブしてあげてください。するとホットリロードがかかりますので、この状態でね、ここを押してみましょう。はい、こういう感じですね。このデバッグコンソールっていうところに GUI が出てくるようになりました。で、この調子でですね、ここにチョキとパワーもありますので、それぞれ表示させるようにしてみてください。コピーしちゃえばいいですね。で、チョキとパーと。はい、これでですね、グーとね、チョキとね、パーとね、出せるようになったかと思います。はい、ではね、プリントで、デバッグコンソールの方に、グーチョキパーとか出せるようになりましたので、次はですね、ここに出しててもしょうがないので、この画面の中にグーチョキパーを押した手が出てくるっていうのをやってみたいと思います。まずはね、その手を表示させるっていうところをやんなきゃいけないので、縦にね、並べて、ここら辺に、自分の手を表示させるところだけ作ってみましょう。縦に並べていくのはね、カラムを使えばいいんでしたね。でカラムを作っていきます。でね、普通に、絵文字なんでテキストウィジェットで表示させることができますと。グーをとりあえず表示させておきましょう。でね、上に寄ってしまったので、まずこれ中央揃えにしたいと思います。中央揃えはね、メインアクシスアライメント、ね、センターというのがありますので、それを選択してください。でね、ここ隙間が全然空いてなくてちょっと見えづらいので、ここにサイズとボックスを入れていきます。で、縦に隙間を空けたいので、ハイトを設定してあげてください。32ぐらいでいいかな。で、これちょっとちっちゃすぎるんで、サイズを大きくしたい。で、サイズを大きくするのは、スタイルというのを使えばいいんでしたよね。で、テキストスタイルに、さらに、フォントサイズというのがあるはずなので、フォントサイズを、どのぐらいにしますかね。24ぐらいにしましょうか。もうちょっとでかくてもいいですね。32ぐらいにしますかね。こういう感じで、とりあえず GUI が表示されるようになりましたと。で、これ GUI をここに書いているとですね、これ一生 GUI のまま変わらないんですね。で、ここがね、選んだボタンによって変化するようにしたいんですけど、そういう時に便利なのが、変数という概念があります。で、変数というのはね、そのまま、変わる数という風に書くんですけども、箱のようなものだと思ってもらえればいいと思います。で、その箱の中にグーを入れたり、チョキを入れたり、パーを入れたりと、いろんなものを入れていくと、箱の中身が変化していくということで、その変化に応じてこの画面に出るやつが変わるっていうところがミソです。作ってみると分かっていくと思うので、とりあえずどういう風に書いていくのかっていうのを見てみましょう。変数を作るときはね、このオーバーライド、ウィジェットビルドっていう、ここの上で書くようにしてください。で、ここでね、変数っていうのを持てるのが、ステートフルウィジェットの強みになります。これがもしステートレスウィジェットだとね、ここにこういう風に書いていくことはできないので、ステートフルウィジェットを使っています。変数はですね、まず型というのが必要になるんですけども、今回それはストリングというものになります。でね、次変数名をつけるんですけども、これは自由につけて OK です。でも分かりやすい名前をつけると良いです。今回ね、自分の出した手になるんで、myhand という名前にします。で、その後ね、イコールという記号を使って、
こに初期値、一番最初に入れておくべき値を書いておきます。変数はね、こういう風な形で作っていきます。これがどういう風な構造になっているかというと、まずここのストリングっていう型と呼ばれているものですね。これはこの箱の中にどういうタイプの、値が入ってくるのかっていうのをここで定義することができます。でストリングっていうのは文字列ですね。まあ、絵文字も文字なので、文字列を入れたい場合はストリングというのを使います。で他にもいろんな型っていうのは本当にたくさんあるんですけども、それはね、出てきたタイミングでその都度その都度説明していくので、今はとりあえずこの文字列というのを入れるんだったら、ストリングという型を指定するんだなというふうに覚えてください。で、型の後、変数名。これは10につけれます。でね、これ、数字始まりとかね、全然ダメで、ここをね、自分の手とか、日本語にするとか、こういうこともできません。でね、my hand っていう、こういう風な、これキャメルケースって呼ばれてるんですけど、単語の区切りをね、大文字で区切っていくと。そういう風な感じで作っていきます。でね、先頭の文字はね、小文字であることが推奨されていますので、小文字にしてあげてください。こういう風な感じでね、変数名の方をつけていただければいいと思います。でこのイコール、あとこれが何かっていうとですね、日本語で言うと、この my hand というのに対して、この GUO という初期値を代入しますよという意味合いになります。このイコールっていうのはね、数学とか算数とかでよく出てくる記号だと思うんですけども、左と右が等しいという意味だと思うんですよね。算数だとね。けどプログラミングの世界では、こいつに対してこれを代入する。この左側にあるものとして右側のものを代入するという意味合いになっているということが、かなり肝になってきますので、心のあたり覚えておいてください。でね、ここの中に今 GUO が入っているという状態になっております。そしたらですね、ここ、今まで、シングルクォーテーションで囲った GUO を表示させていたところを my hand にしてみましょう。これはね、箱の名前だと思ってくださいね。変数名です。変数名を書くとですね、なんとここにはね、ちゃんと中身が表示されるようになるという風な特性があります。今 GUO から GUO だったんで、ちょっと変化は見えないですけど、例えばここをチョキにしてみましょうか。ですね、ここ、ホットリロードが効かないところなんで、ホットリスタートというのもちょっと試してみましょう。ホットリスタートというのはですね、プログラムを最初から実行しますよというやつで、ここに出ているこの青いぐるりとした矢印のボタンを押していただくと、このような形ですね。ここがもう一度実行されて、チョキになりましたね。こういう風な感じでですね、変数名を書いてあげるとですね、そこに今入ってる値っていうのがここに表示されるようになります。こいつを返していけば、この中身をね、どんどん GUO に変えたり、パーに変えたりすることで、ここに表示させる文字列っていうのを変えていけそうな予感がしてきましたよね。で、それを今からやってみたいと思います。つまりですね、このエレベーティッドボタンのこのオンプレス、実行するべきところにですね、my hand をね、GUO のボタンを押されたら my hand に GUO を代入すると。チョキのボタンが押されたら my hand にチョキを代入すると。そういう風に書いていけばいいわけですね。それをやってみましょう。はい、まず my hand に GUO を与えるっていうことを書きました。これコピーしていってですね。チョキを与えると。そしてね、パーを与えると。はい、ここまでやったらですね、一応コマンド S を押して、もう一度やってみましょう。これでね、本来変わるはずなんですけどもね、こんな感じで画面は何も変わっていないということがわかります。で、これはね、実は内部的にはね、ちゃんとこの My Hand の中にね、いろんな手が入ってきてるんですけども、この画面が再描画されていないんですね。で、その証拠にですね、例えばパワーのボタンを押した後にですね、コマンド S でホットリロードをかけてみましょう。するとね、ちゃんとパーに変わることがわかります。これなんで再描画されないのかっていうとですね、フラッターはね、勝手にこの画面を更新してくれるっていうことをやってくれないんですね。ここの変数の中身が変わっても画面は変わってないよっていうことがよくあります。でそれもね、自分たちで、このフラッターに対して命令を送らなければ、この画面を更新するということをやってくれません。でその更新の命令なんですけども、
セットステートというものを使います。これですね。これが画面を更新するという命令になるので、これを加えていきましょう。これですね、全部。こういう風な形でね、書いていきます。で、この状態でまたコマンド S を押してね、ホットリロードかけてあげてください。そうするとね、グーを押してみますと。このようにね、画面上の手も押したボタンに合わせて変わるようになりましたと。こういう感じでね、セットステートというものを呼ばないと画面が更新されないですよっていうところを必ず覚えておいてください。はい、ではね、これでこの手を変えるっていうところまではできたんですけども、ここちょっとよく見てほしいんですけど、ここね、めちゃめちゃ似てますよね、いろいろ。これをですね、まとめられるんじゃないかっていう頭をちょっと持っていてほしくてですね、こういう似たような処理をですね、まとめる方法があります。それがね、関数と呼ばれる手法です。実際関数っていうのを作ってみましょうと。一旦ですね、見よう見まねで書いてみてください。ボイドと、セレクトハンド、カッコ閉じ、中括弧閉じとね。こういう感じのものを関数というふうに呼びます。で、関数という中身、これどうなっているのかというとですね、このボイドというのは、返り値の型と呼ばれているもので、このセレクトハンドというのは関数名と呼ばれているものです。この関数名はね、自由に決めることができます。関数というのはね、何か値が入ってきて、で、中で何かしらの処理をして、何か値を返すということをやっている一つのまとまり、一つの処理のまとまりだと思ってください。で、今回はね、何も返さない、返却しないので、void というふうに書いています。これは何も返さないというやつです。何かね、値を与える場合っていうのは、それを引数と呼びます。引数はね、ここの括弧の中に書いていくことになります。今回引数何になるかと言われるとですね、出す手なので、これはですね、ストリングという型になって、ハンド、セレクティッドハンド、選ばれた手と、風にしましょうか。これが引数の型と名前ですね。こいつを与えますよと。で、与えましたら、よく見てほしいんですけど、こうね、コピーしてきてもらうと、こういう感じですね。ここがグーになったり、チョキになったり、パワーになったりするっていうことですよね。つまり外側からグーだったり、チョキだったり、パワーを与えれば、この同じように書かれているこれがさっき3つ並んでいたと思うんですけども、これらを一つのまとまりとして書けるっていうことですね。なんでこのセレクティッドハンドっていうところを、このような形ですね、置き換えてあげると。はい。で、こういう風に書いてあげればですね、このまとまった処理っていうのを作ることができました。で、このセレクトハンドという関数を実際にここで呼び出すっていうことをやってみます。呼び出し方はですね、自分で引数を与えることにしましたので、引数というのはこの括弧の中に入れます。この括弧の中にですね、今回選んだ手というのはグーなのでグーを入れてあげると。そしたらね、ここが消えますと。こういう風な感じで先ほど書かれていたやつ、これですね。これをまとめることができました。で、これはですね、チョキの場合だったら、どうなるか予想しながら見てほしいんですけども、チョキになりますよと。これがいらなくなりますと。では、パーの場合だったら、ここがパーになると。パー。で、ここがいらなくなりますよと。こういう感じでね、同じように書いていた処理っていうのがね、こういう風な感じで短く書けますよと。こういう風なことをして何が嬉しいかというと、まず1個、今言ったように短くなるっていうことが1つ。でですね、セレクトハンドっていう時、これは手を選んだ時、つまりボタンを押した時の処理っていうのは後から変えたくなった時ですね。
前までの状態だったら3つとも全部書き直しをする必要があったんですけど、これだったらね、ここの中身を書き換えたらね、この3つとも全てに反映されるので便利ですよというところですね。なのでですね、こういう風な感じで関数にまとめられるんじゃないかなと思った場合は、今の話を思い出してですね、自分で関数を作ってみるということをやってみてください。ここまでで、自分の選択した手を画面上に表示するというところまでが完成しました。そしたらですね、コンピューターの手を決めるっていうところをやってみたいと思います。コンピューターの手はね、ランダムで決めようかと思っていますので、自分がグーを押したらランダムでコンピューターの手が何かしら出てくると。そういう風な感じで作っていけたらいいと思っています。で、ランダムな手をね、出すのどうやってやるのかという話ですけども、これはですね、0、1、2とか、0から9とか、0から3とか、決められた数字までのね、数字をランダムに表示するという、これもまた関数がありまして、それを使っていけばですね、できそうだなと思います。つまりですね、0、1、2がランダムで出てきさえすればね、0はグーということにしよう。1はチョキということにしよう。2はね、パーということにしようという風に当てはめていけばいいと。じゃあその関数をね、作っていきたいと思います。またね、返り値はないので、ボイドと。で、関数名を作っていきます。コンピューターの手を生み出すので、ジェネレートコンピューターハンドという感じで名前を付けたいと思います。で、引数はね、今回はなしで大丈夫だと思いますので、これで OK です。で、ランダムな、0から2、0、1、2の数字を出すっていうのはどういう風に書くかというと、ランダムという、こういうのがありまして、この中にね、next int というのがあって、ここにね、3という風な数字を与えてあげると、0か1か2かが出るよという風になります。じゃあ実際にどうなっているのかっていうのを試しにね、見てみましょう。プリントでね、このランダムのね、生成された値っていうのを表示してみましょう。でね、注意してほしいのが、このジェネレートコンピューターハンドっていうのを関数を作っただけだと、実行はされないわけですよね。これが関数があるだけなので、どこでも呼び出されてないっていう状態になっています。だから今回はね、このセレクトハンドをしたタイミングでコンピューターハンド、ジェネレートコンピューターハンドも呼んでほしいので、どこがいいですかね。このプリントの後ぐらいにこの処理を実行するっていうことをやってみましょう。ここに書くことでね、ボタンを押した時にセレクトハンドが呼ばれて、そのセレクトのハンドの中ではジェネレートコンピューターハンドが呼ばれるという風になります。じゃあね、実際押してみましょう。はい。こういう感じでですね。なんかね、1000とか2とか、ランダムな数字が出ていることがわかりますと。0から2までの値をね、ランダムで表示させるっていうところまではできたので、その0から2をさっきも言ったようにグーとチョキとパーに変換するっていうところをやってみたいと思います。これもまた関数を作っていきましょう。キー数として何が入るかというと、この next int の0、1、2っていうのが入るので、その引数は int という型になります。これは整数を表していますね。なのでですね、一旦ボイドとしますか。変換するので、変換するという関数名はね、例えばね、ランダムナンバーを to hand 手に変えるという風な名前をつけてみました。これですね、引数がどうなるかというと、イントが型で、ランダムナンバーと。これが引数になります。ここはね、引数名も自由に決めることができます。で、ここ何を返却するかの型、返り値の型はですね、今回、結局文字列に変換する。絵文字なので、文字列に変換するので、ここをストリングに変えましょう。これでね、ここが返り値の型、関数名、引数の型、引数名という風な対応関係になっていることを思い出してください。ではね、ここの関数の中で、ランダムな0、1、2というのを、なんとかね、文字列に変換していくっていうことをやっていくんですが、で、ここでね、また新しい概念が出てきます。それは条件分岐というやつですね。このランダムナンバーが0か1か2か来るかわかんないけど、0が来たらグーにするし、1が来たらチョキにするし、2が来たらパーにするしっていうところをやっていきます。で、それが便利なのですね、スイッチというのがあります。
スイッチはですね、まずここのランダムナンバー、この条件の値をこのカッコの中に書いて、これを中カッコで囲みます。これがね、基本的な形です。ここにですね、もし0が来たらこれを実行するという風に書くにはですね、ケース0と。で、ここコロンで書いてください。これでね、もし0が来たらという感じの意味合いになります。でね、この返り値、どうやって値を返すのかっていうところですけども、値を返すにはリターンというのを使います。もし0が来たら、グーを返したいので、ここはグーとなる。これで0が来たらグーを返すという意味合いになりました。これはね、あと1と2についても作っていきます。もし1が来たらね、これがチョキが返るという。2が来たら、パーが返ると。で、最後にね、これ0か1か2しか、当然来ないんですけども、イントというのはね、それ以外の数もありますので、もしそれ以外の値が来たら、という保険のためのね、コードも書いておきましょう。デフォルトというので、それ以外の値が来た場合にどうするかというのを定義できます。これはね、来たら、グーでいいですかね。グーを返すことにしておきます。はい、このような感じで、このランダムナンバーがもし何だったら何をするという風な制御構造を書くことができます。ランダムナンバーの値がもし0が来ていたらグーを返すし、1が来たらチョキを返すし、2が来たらパーを返すということができました。ではね、実際にこれを読んでみましょう。これはですね、ランダムナンバー、これをですね、まずは受け取る必要があるので、一時的にね、ランダムナンバーという変数を作ってあげて、このランダムナンバー next int というのをね、こういう感じで一時変数というのに受けてあげてください。で実際これをですね、ランダムナンバーというハンドという関数に与える。これを引数として与えると、こいつが変換されてグーかチョキかパーになって出てくると。それを一回プリント文で試してみましょう。はい、プリント文がね、このように書けたかと思います。そしたらね、ここの元々選んだ手のところは邪魔なので、ここは一旦消してしまいましょうか。これでね、コマンド S を押していただいて、どのようになるか見てみましょう。はい、このような感じですね。ランダムな手が出てきてくれていることがわかると思います。ここに注目ですね。はい、これで、ね、0、1、2がまず生成されて、そいつらを絵文字の手に変換するというところまでができました。ではね、これをまたね、自分の手を出した時と同じように、コンピュータの手もね、この辺りに表示させるというところをやってみましょう。これはね、先ほどと一緒ですね。ここのカラムのところに、これこのままコピーすると良さそうですね。グーを一旦表示させておきましょうか。それはね、表示させてあげると、ちょっと間が近すぎるので、またね、配当を使って余白を開けていきたいと思います。2倍ぐらい開けておきましょうかね。これがコンピュータの手、これが自分の手という感じになっています。じゃあね、コンピュータの手もね、一時的に保持するための変数を作りたいと思うので、マイハンド、コンピュータハンドという感じでね、作っていきたいと思います。型はね、ストリングのままですね。で、コンピュータハンドと。ね、最初はグーですので、グーにしましょう。こちらもね、グーにしましょう。それでですね、コンピューターハンドが用意できましたので、ここでね、マイハンドを与えているように、ここでもコンピューターハンドを与えましょう。で、このジェネレートコンピューターハンドをしたタイミングでですね、ここでランダムな手が生成されているので、このね、コンピューターハンドの中身をね、このタイミングで書き換えてあげましょう。はい、ここちょっと不思議な感じをする方もいると思いますけども、ランダムナンバーto hand という関数はですね、イントの値を受け取って、グーかチョキかパーの絵文字が返ってくるという関数でした。で、これをね、右側に書くことによってどういう意味になるかというと、コンピューターハンドというこれ変数でしたね。ここにイコールで書かれていますので、こ
こで生成されたグーかチョキかパーという値をこのコンピューターハンドに代入しますよという意味合いになります。で、プリントはね、もういらないと思うので消して OK です。この状態でコマンド S を押してまた見てみましょう。そうするとね、こういう風な感じで押すとね、画面上でコンピューターの手も自分の手も変わるという風なところまで来ました。あとはね、勝敗を判定すればいいだけというところまでね、来ましたね。それではね、勝敗を判定するというところをやっていきたいと思います。今度はちょっと順番を変えてね、まずここに勝敗を出してしまいましょうか。勝敗の変数名は何にしようかね。リザルト、結果なんでリザルトという。で、最初表示させる初期値を決めなきゃいけないんですけど、まあ何がいいですかね。引き分けなんで最初引き分けにしておきましょうか。で、このリザルトもね、ここのあたりに表示させたいと思います。じゃあこれまたコピーしていただいて、ここにリザルトを表示させましょうか。これでですね、引き分け。ホットリロードかけてみて、グーとグーで引き分けという状態になっていると思います。ここにですね、勝ちであったりとか、負けであったりとかね、この出た手に応じて、ここの勝敗っていうのを表示し分けるっていうところをやってみたいと思います。これまたね、関数を作る必要があります。関数はね、どうやって作っていくかというと、また型、まず返り値の型ですね。今回返り値何も返さないので、ボイドと。で、判定するんでね、ジャッジっていう関数名にしたいと思います。で、引数はね、内部的にね、こいつら値全部ありますので、外側から与えるものは何もないということで、引数も空っぽで OK です。そうしましたらね、ここで判定をやっていきたいと思います。まずはね、一番簡単なのは引き分けだと思うので、引き分けの判定をやっていこうと思います。で、これね、判定していくときっていうのは、また条件分岐というのを使うんですけども、今度は if 文というのを使っていきます。if 文のね、基本的な使い方はですね、if で、カッコ閉じと。ここに条件が入ります。でね、ここで中カッコ閉じと。これが基本の形になります。で、これはですね、この条件というところに true か false、本当か本当じゃないかとか、真か偽かって言われるんですけども、それが入ってきます。で、ここの中身がね、もし true だった場合は、この囲ったエリアが実行されるという風になっています。でね、この条件っていうのをどうやって書いていくか。で、今回の場合はね、引き分けなので、どういう状態かっていうと、コンピューターの手と自分の手が全く一緒だったら引き分けですよねというところを表現したいと思います。それはですね、コンピューターハンドイコール、ここを2個重ねて、マイハンドと。こういう風に書くとですね、こいつとこいつが全く一緒なものだったら、これは true になりますよという風な意味合いになります。もしね、こいつとこいつが違ったら true にしたいみたいな場合は、ここにびっくりマークをつけて、びっくりイコールにすると、マイハンドとコンピューターハンドがもし違えば true になると。でイコールにすると、こいつと左側のものと右側のものが一緒だったら true になるっていう意味合いになります。でこれね、一緒だったら、さっきのリザルトっていうところを、リザルトですね。リザルトっていうところをね、引き分けにしようと。もし、コンピューターハンドとマイハンドが一緒だったら、リザルトを引き分け、リザルトっていう変数に引き分けを代入しようというところを書きました。で次はですね、どっちがいいですかね。勝ちにしましょうか。勝ちを表現したいとき、if 文にはね、続きがありまして、さらに、これでもなかったけど、また別の条件の場合っていうのを書きたいときは、else if という風に書きます。で、else if と書いて、ここにまた条件が入ります。で、ここにね、勝ちの時の条件を書くんですけども、これはちょっと複雑ですよね。勝ちの条件っていうのは、自分がグーを出していたら、コンピューターはチョキを出している場合。自分がチョキを出していたら、コンピューターはパーを出している。自分がパーを出していたら、コンピューターはグーを出している。で、そういう状態を表現したいと思います。
これはね、複合的なものになっていきますけども、どうやって書いていくかというと、まずはですね、自分がグーを出している場合っていうのはですね、マイハンドがですね、グー。つまりマイハンドイコールグー。これは自分の手がグー。でね、この場合かつ、コンピューターの手がチョキっていうことを表現したいのであれば、&のね、演算子。これをね、2つ重ねることで、かつという意味合いになります。で、コンピューターの手がこの場合に限っては、チョキの時に勝ったことになりますよね。はい。このように書くことで、自分がグー、かつコンピューターハンドがチョキの時に勝つという風な表現ができます。でね、これは勝ちのパターンの一つにしか過ぎませんよね。自分がグーで相手がチョキの時に勝つ人。このイレスイフっていうのは実はまだまだ先につなげることができまして、とりあえずまずここ勝ちにしましょうか。この場合は勝ちですよと。リターンじゃないね。リザルト。でね、これつなげていくのにね、さらにここにイレスイフという風に足していくことができます。じゃあね、これを真似して書いてみてほしいんですけども、次はね、自分がチョキだったらの場合ですね。自分がチョキだったら、チョキ。自分がチョキだったらですね、相手が何だったら勝てるのかというと、パーですね。パーだったら勝てるよと。これも勝ちですよと。で、自分がグーだったらじゃないですね。自分がパーだったら、これもね、コピーしてもらって、自分がね、もしパーだったら、相手は何だったら勝ちになるのかというと、相手の手がグーだったら勝ちになると。グー。ね、この場合も勝ちですよと。こういう風な形でね、書けると思います。でね、一旦このイレスイフの形も覚えてほしいんですけども、勝ちという風なやつが3つ並んでて、ここにちょっと気持ち悪さを感じる人がいるかもしれません。それはですね、この&っていう記号ではない方、もう一個のまたはという記号を使ってね、すっきり書くこともできますので、そっちもやっていこうと思います。これはね、一旦コメントアウトしてもらってですね。もう一方の別解ですね。別解の書き方も紹介しておきます。これは単純でですね、この場合でも勝ちだし、この場合でも勝ちだし、この場合でも勝ちだよっていうのをつなげるときは、このね、縦棒を2個並べたものを使います。これですね、ここに書いてあげて、この場合でも勝ちと。で、この場合でも勝ち。という風にね、書いてあげる。このような形でね、書くことができます。このような形で書けばね、ここを冗長になっているように見えてしまう、この部分をね、排除してしまうことができますので、こういう風な書き方もあるよという風なことを覚えておいてください。ここまでが一つまとまりの条件で、それがこの記号で繋がっているということですね。で、これがかつで、これがまたみたいな意味合いですね。そこを覚えておいてくれれば OK です。で、最後はですね、負けなんですけども、負けはですね、引き分けでも勝ちでもなければ負けだろうということで、そういうことの証言をね、if 文はできます。で、ここで書いた条件でも、どちらにも一致しなかった場合、どちらも true でなかった場合に実行されるコードを書きたい場合は、ここに単に else というふうに書きます。こっちもフォルスで、こっちもフォルスだった場合は、ここが実行されるということですね。この場合は、リザルト、負けと。これで OK な形です。で、このジャッジはね、今作っただけにしすぎないので、どこかで呼ぶ必要があります。呼ぶ箇所はですね、このセレクトハンドで自分の手を選んだ後、このコンピューターの手を生成して、その後に呼ぶと良さそうなので、ここに書いていきましょう。こういう風な形でね、セレクトハンドをして自分の手が入ってきて、マイハンドが更新されて、
ジェネレートコンピューターハンドでコンピュータの手が生成されて、ジャッジで勝敗を判定して、その後に画面を再描画するということになりました。これでですね、コマンド S を押してもらって、実際にね、どういう見た目になるのか見てみましょう。グーを出すと、引き分け。コンピューターの手がチョキで自分がグーだったら勝ち。コンピューターの手がグーで自分がチョキだったら負け。という風になっていますね。このような形で、勝敗の判定をすることができました。これでですね、じゃんけんのゲーム作りは終了になります。はい、いかがでしたでしょうか。コード自体はね、ちょっと長くなってしまったのもあるんですけど、このフラッターの教科書のページに全部載ってますので、ここで答え合わせなどしてみてください。それでね、今回もまとめいろいろ書きましたので、そこをちょっとおさらいしていきましょう。まず、ステートフルウィジェットというのが新しく出てきました。で、この中でね、変数とか関数っていうのを作っていくことができますよということでしたね。ビルドメソッドっていうのがあって、その上で書くということでしたね。で、変数というものは、箱、入れ物のようなもので、そこに対していろんな値を代入して入れ替えていくことで、状態というのを表現することができるということでしたね。で、変数を作るときは、型と名前と初期値、最初に代入する値というのを決めるんでしたね。で、コンソールに表示させるためには、プリントという命令が使えたというところも覚えておいてください。でね、変数が単に書き換わってもね、画面は変化しません。画面が更新されない。じゃあ更新させるためには何をすればいいかというと、setState という命令を必ず忘れずに呼ぶということを覚えておいてください。でね、まとまった処理をね、実行するために関数という仕組みがあるということも覚えておいてください。関数の基本的な仕組みというのは何か値を受け取って、これを引数と言います。引数を受け取って、何か処理を行って何か値を返す。これを返り値と言いますね。で、引数を受け取って返り値を返す。で、中で何かしらの処理を行うという構造になっているというところを理解してください。でね、関数は作っただけ、定義しただけだと、そのままでは何もどこでも動かしてないので実行されませんと。実行する場合はどこかで呼び出してあげるっていうことを忘れずに行う必要があります。で、最後にね、スイッチ分と if 分でね、条件分岐というのをやりました。何か値が、こういうのが来たらこれを実行するだったりとか、これとこれの条件の場合は、こいつを実行するとか、実行するしないをね、こういう風なスイッチとか if 分で制御できるんだよっていうところを覚えておいていただければいいかなと思います。でね、次のチャプター、ここちょっとメモアプリって書いてありますけど、もしかすると違うことをやるかもしれません。ちょっと時間が空くかもしれませんが、次回もお楽しみにしてください。いろいろ質問が湧いたりしたよっていう方はね、フラッター大学っていうコミュニティやっていますので、そちらに入っていただければね、質問対応など受け付けますので、興味ある人はぜひそちらもチェックしてみてください。これでじゃんけんゲーム作れましたよ、面白かったよという人は、高評価の方もよろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それでは。